ごきげんよう。ことの葉あかねです。ごきげんよう。ことの葉あおいです。二人で特殊作戦軍指揮官を拝命しました。コマンダーことの葉シスターズです。今回は、ハードコアモードのスワットを指揮していきます。ノーマルと何が違うの？ステージは、モード共通だけど、敵が好戦的で、より細やかな指揮を要求されるのがハードコアだよ。好戦的というのが引っかかるけど、怖がる必要はなさそう。じゃあ行こうか。今回のステージは3階建ての施設に、テロリストが爆弾を仕掛けたので敵を倒しつつ、爆弾処理のエキスパートを現地まで誘導するのが任務だよ。エスコートミッションと呼ばれてるみたいね。難易度を決めてから部隊が生成されるので、ノーマルの難易度の部隊をハードコアでは使えないよ。つまり、鬼強いマグナムハンドガンもスナイパーライフルも、ノーマルで買った何もかもが使えないってことね。そうなるね。ハードコアは先月部隊編成完結してから、クレジットは6000、購入した武装はシールド2枚。シールド以外は初期武装しかこの部隊にはないよ。シールドは1部隊に2枚までしか許されないから、これからこのゲームを買う人は覚えておいてね。ドアを開けたら目の前にショットガン角マッチとか、シールドがあれば耐えられるから反撃は容易。シールド持ちがいると以外では難易度が跳ね上がるから。クレジットが手に入ったら2枚のシールドを買うのを勧めます。2枚のシールドが手に入って運用できるようになったら、少なくとも1本スナイパーライフルを購入することをお勧めします。8人でわちゃわちゃしてると着そ重くなるからな。スナイパー2人実動部隊6人が理想だよ。今月のマンスリーは実動8人で戦うけど、スナイパーライフル2本欲しいね。あとは、最近、新しいグレネードが追加されたので、各種1種類ずつ購入したいところ。以前は、キャンペーンモードで、ユニットはスキルを得られたけど、直近のアップデートで、スキルは、クレジットで購入する仕様になったよ。いくらクレジットがあっても足りないから、たくさんクレジットを稼ぐためにミッションを消化するよ。エンドコンテンツ性が高くなったと思うよ。このゲームの作者さんのディスコードで、参加者さんたちが、やることがなくなったと作者さんと相談して、すべてクレジットで解決したらよくね。という話になって実装された仕様だから、永遠に遊べるゲームにばってたな。ステージは、ステージクリエイターなる人がいて、毎日、毎週、毎月のステージが更新されてるから、ゲームの飽きが来ない出来になっているよ。ステージに催涙ガスを撒いたり、夜の作戦にできたりするけど、それもクレジットがいるから、武装が揃うまでは我慢だよ。このゲームは、毎回、敵の位置がランダムでポップするから。うまくいかなかった場合でも、また作戦をリトライしたら成功することもあるよ。ハイスコアを狙う場合も、同様にリトライを繰り返すのも有効だよ。デイリーミッションとマンスリーミッションで名前が残るので、ドヤーできるよ。デイリー、ウィークリー、マンスリーのミッション以外では、計画立案してから、実行が1回しか許されないキャンペーンモードがあるけど、キャンペーンモードは、死んだら脱落者となるけど、最後までクリアできたらクレジットががっつり入るから、武器ボーヌスキルを買い放題になるよ。焼肉焼き放題。割り箸も割り放題やで。このゲームで階段が実装されてから久しいけど、未だになれない。留意しないと撃ち下ろしで狙われたり、死角から撃たれたり、シールド持ちじゃないと、ひどい目に遭わされるよ。踊り場の確保ができたら、階段の頂上をたげて、フロアが切り替わったら、仲間の死角をたげてフォローするのがいいと思うよ。緻密な作業ではあるものの3階建てのミッションでも、慣れたら40分ぐらいで計画は終わるよ。気がついたら40分時間が解けてるって話だよ。それよりも、このゲームの最大の目玉はかっこいいリプレイ作りだよ。リプレイ作りで2時間解けたりするから侮れない中毒性だよ。このゲームのために、ウプ主は YouTube にアカウント作ったくらいリプレイ作りにハマって、リプレイ動画を作りまくってるよ。動画の再生回数はよくて2桁だね。ウプ主は動画で人気者に離れそうにないね。YouTuber の道は険しいね。そもそも3000時間の投稿と登録者数1000人は2個とても難しいよ。今年はそれを目指してみるとウプ主は考えてるけど、まあまあ無理やろな。でも楽しいと思えるなら続けてみるのもいいと思うわ。というわけで2階の計画立案だよ。ガラスの扉が実装されて、敵から丸見えになるから、四角潰しが大変だよ。シールド持ちを前面に立たせて、
背後からサプマがフォローしたらええ。サプマシンガンは、設定からウサギマークで走るから。シールドマンに、敵の種を取らせて、ダメージもらわないように立ち回るのがいいと思う。シールドマンも、万能じゃないから、攻撃を浴び続けると死ぬで。だから、二人のシールドマンを編入するんだね。そういうこと。シールド二人を交互に入れ替えることで、ダメージを分散して生き残ろうという戦略やで。このゲーム、シールドゲーと言っても過言ではないかもね。目的が達成できればよかろうなのだ。ましてやハードコアやで。卑怯でも何でもええわ。ちなみに、スワットと FBI は、建物の中の一般人を殺害すると、かなりの度についペナルティがあるみたいやで。例えば、作者はゲームオーバーって言ってた。うちらは、殺害したことないから知らん。だから、スワットと FBI は、爆発して、倒す系のグレネートは使えん。その他の強盗さんとギャングさんたちは、使い放題なのね。そうなるね。今のところ、一般人をグレネートで殺害しても、強盗とギャングはペナルティはないよ。なんかずるくないかな。以前は一般人はいなかったんだけどね。普通のグレネートだけしか使われなかった状況を考えるといいアップデだと思うよ。正義の味方も大変な状態だね。というわけで、3階の攻略が始まりました。2階に2人残し、4人で3階を攻略、部屋は2人ずつで攻略だよ。この建物で一番苦しい状況かもしれないね。問題は、2階の踊り場にある爆弾で、爆弾処理の人が殺害されるのが怖い。しかも、敵から2方向から叩かれやすいアクセスしやすい扉がある。どうしても2人護衛に回さないと守れない。仕方ない状況ではあるものの、苦しいな。強い武器欲しいね。だね。3発で沈むピストルと、2発で沈むピストルでは、被弾率や生存率が全然違ったりするよ。シールド、マグナムピストル、スナイパーライフル。クレジットがあったら優先したいところやな。1ステージ40分ぐらいの立案なら、できるだけ、クレジットの儲けがいいのがいいね。おすすめはマンスリーとウィークリーやな。マンスリーウィークリーで動画作らないなら2時間もあれば終わる。10年前のハイスペック PC で余裕で動くゲームだから。動画作らなきゃ余裕で遊べるで。リプレイ機能が充実してるゲームなら MP4 が出力できたらいいのにね。リリース時点ではできたらしい。土着素不安定になるから動画作成機能は止めたらしい。そう考えるとちょっと惜しいね。せやな。さあ、3階の攻略ももうすぐ終わるで。ウプ主のクラボがビュンビュンなってるで。いいクラボ買ったらいいのに。4年前のミドルのゲーミングノートらしいからな。おまけに、最近灯油代がすごいことになってるみたいで。あんまり余裕ないみたいやで。それで YouTube で頑張ってるのね。人の欲望は果てしないな。欲望があるからこそ動画作る原動力になってるんだね。まあ頑張れと思う人がいらっしゃるなら、フォローといいねをしてくれて応援してほしいところやね。ステマ飛び越して大麻してますね。生き残るのに必死やね。知らんけど。さて、爆弾処理の人の誘導に入ったよ。当然だけど、この人たちが凶弾に倒れるとミッションは失敗だよ。この人たちをウサギモードにはできないのかな。防弾装備でマラソンできるかという話やな。重そうだから無理だね。この装備で走れるなら、中の人は化け物やな。うまいこと誘導して守るのも大変だね。しかも、うちらの兵隊はシールド以外は初期装備だから、かなりの被害が予想されるて。ハイスコアを狙うにも武装が揃っていないから、ハードコアのランキングに残れないかもしれないね。今の時点で、一人しかハードコアはランクインしてないから、名前残すだけなら残るんじゃない？知らんけど。本当にウプ主は欲望まみれね。引くわ。視聴者のドキュメンタリーにうちら出してくる当たり必死なんじゃない？あかりちゃんの動画が一番視聴回数が伸びてるから。ボイスロイドの私たちが動画解説したら伸びると。ウプ主はそう考えたみたいだけど。人生はそんなに甘いものなのかしら？ウプ主の人生はどうでもいいけど。考え方がベロ甘なのは確かやな。動画が溜まり続けて、外付け SSD がパンパンになってるて。溜まった動画はどうするんだろう。アップロードした動画は SSD から消すんじゃない？投稿者事情は知らないけど。ああ、だから YouTube にアップロードしてるのね。自分の SSD の容量を節約したいから。生きるって大変ね。うちらは喋り倒すだけやけど。ウプ
主のパソコンが爆発しないことを祈るだけね。さあ爆発物処理の人の誘導が佳境に入ってきたよ。最後尾の守りをしっかりしつつ誘導を続けるよ。できるだけドアの近くには兵隊を置いて迎え撃てるように配置。2階の踊り場に2人配置。サブマシンガンとピストルマンが護衛だけど仕方ないわね。護衛がいないよりマシという感じね。ハードコアの敵相手に初期ピストルで大丈夫なの？位置取りでだいぶ変わる。最悪肉壁になってもらうわ。クレジット稼げていない UP 主の問題だから仕方ないわね。さて最後の仕上げ。爆発物処理の人を緑の場所までの誘導。スタングレネードで気絶してるけど。このグレネードの位置はダメやな。別のとこにしないと。奥の階段の踊り場に窓があるから、そこに敵いたら困るから、そこにしよう。もしかして投げ場に困った？何の音にも動じないで、その場に止まる敵もいるから。それがショットガンだったら最悪や。ウサギモードからカメモードにして。これで計画は完了かな？ここまでで約40分。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。迫力があるリプレイだったね。それが、このゲームの最大の魅力だからな。遊ぶ人が増えるといいね。動画見てくれる人も増えるといいね。ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねも期待してよろしいか？それではまたお会いしましょう。